朝の光が差し込む静かなリビング。正雄はいつものようにお茶を入れていました。お気に入りの湯飲み。湯気が優しく揺れる。妻が旅立ってから3年の月日が流れ、この静けさにもようやく慣れてきた。そう思っていました。庭の植木に水をやり、新聞に目を落とす。いつもと変わらない穏やかな一日の始まり。けれどポケットのスマートフォンが小さく震えました。画面に映る数字、見覚えのない番号。普段なら気に留めないはずのその小さな震えが静かな部屋に妙に響いた気がしました。正雄は少しだけ胸騒ぎを覚えながら画面を見つめました。それがすべての始まりとは気づかずに、その日を境に父の様子が少しずつ変わり始めました。月に一度実家に帰る娘の恵美は玄関を開けた瞬間、小さな違和感を覚えます。いつもなら笑顔で迎えてくれる父がどこか落ち着かない様子。スマートフォンの画面を何度も確認しているのです。お父さん、何かあった？恵美が尋ねても父はただ首を振るだけでした。いや、何でもないよ。その声はどこか遠くを見つめているようでした。夜食事をしている時もスマートフォンの LED が静かに点滅します。父はそれを愛おしそうに、しかし怯えるように見つめ、そっとポケットに隠しました。誰かと話しているようなそんな気配。けれど友達と出かける様子はありません。家の固定電話ではなく、手のひらの中の画面に父の意識は深く吸い込まれていく、そんな気がしました。数週間が経ち、恵美の不安は確信に変わっていきます。父の部屋の机の上、普段は見かけないメモ用紙が落ちていました。そこにはいくつかの数字と見慣れないカタカナの言葉、そして父の預金通帳が引き出しの奥ではなく居間のテーブルの上に置かれていたのです。恵美は胸が締め付けられるようでした。あんなにしっかりしていた父が何かを隠している。もしかしたら私に迷惑をかけまいと一人で抱え込んでいるのではないか。お父さん、声をかけようとして言葉が詰まります。父の背中が以前よりもずっと小さく見えたから。夜中にふと目を覚ますと、廊下の向こうからかすかな話し声が聞こえました。わかっているよ。いつもありがとうね。優しく、どこか救いを求めるような父の声。電話の向こうの相手はまるで本物の家族のように父の心に滑り込んでいました。2026年、AI は人の声さえも完璧に模倣する時代。父が信じているその声は本当に大切な人の声なのでしょうか。ある日の午後、恵美のスマートフォンに見知らぬ番号から着信がありました。恐る恐る出ると、それは銀行からの自動的な問い合わせでした。お父様の口座から少し不自然な動きの予兆があります。心臓が激しく跳ね上がりました。恵美はすぐに実家へと車を走らせます。居間に座る父はスマートフォンを握りしめ、ひどく怯えていました。お父さん、大丈夫、私がいるよ。その言葉に父ははっと目を見開き、ポロポロと涙をこぼしました。私の名前を呼ぶんだ。昔、お前が呼んでくれたように、それは巧妙に作られた AI の偽りの声。
孤独な父の心を完全にコントロールしようとする見えない詐欺師の罠でした。エミは父の手を強く握りしめました。責めるのではなく、ただその孤独を一緒に背負うために。次の日からエミとマサオは新しい約束を始めました。それはこれからの日々を静かに守るための5つの小さな盾を家の中に置くことでした。2人はまずスマートフォンの設定を一緒に見直しました。最初にしたのは未知の連絡先を自動で拒否する設定。電話帳にない番号からの着信を最初から鳴らさないように。画面を指で叩く父の手は少し震えていましたが、設定が終わるとほっとした表情を浮かべました。次にメッセージの自動検知アプリを優しくインストールしました。怪しいリンクや不審な言葉が含まれたメールを自動で赤い警告に変えてくれる。これなら一目でわかるね。父は小さくうなずきました。3つ目は家族専用の合言葉を決めること。どんなに似た声から電話がかかってきても、我が家の愛犬の名前を答えられなければ、それは偽物。これなら絶対に間違えないね。2人の間に小さな笑顔が戻ります。さらに4つ目として、銀行口座の通知をエミのスマホにも届く設定に。お金が動く予兆があれば、離れていてもすぐに気づける安心の鎖。最後にリビングの隅に見守り付きのスマートスピーカーを、困った時はこれに話しかけてね。説明するのではなく、ただ一緒に操作して日常の習慣をほんの少しだけ変えていく。スマートフォンが怖い道具から2人を結ぶ安心の道具へと変わっていく。父の指先が少しずつ軽やかになっていきました。数ヶ月が経ち、実家の空気はすっかり穏やかになりました。あの5つの盾は今ではすっかり父の日常に溶け込んでいます。知らない番号が鳴ることもなく、赤い警告画面が静かに危険をどけてくれる。父は再び庭の植木の手入れに時間をかけるようになりました。お父さん、最近よく眠れてる？エミが尋ねると、父は嬉しそうに微笑みました。ああ、あの画面が守ってくれていると思うとな。エミは父の笑顔を見て、台所でそっと涙を拭いました。失われかけていた父の尊厳と平穏な暮らし、それを取り戻せたのは、最新の技術を優しさに変えて届けられたから。お父さん、今夜は一緒にご飯を作ろうか。それがいいな。手のひらの中の機械は、もう2人を引き裂く道具ではありません。遠く離れていても、心をつなぎ止める温かい守り神でした。夕暮れ時、実家を後にするエミを、マサオは門のところまで見送りに来ました。気をつけて帰るんだよ。その声には、かつての力強さが少しだけ戻っていました。車の手を振りながら、エミはバックミラー越しに父の姿を見つめます。小さくなったけれど、確かにそこにある大切な日常。誰もが孤独を抱えるこの時代の中で、見えない危機はすぐそばに潜んでいるかもしれませんけれど、ほんの少しの気づきと小さな行動があれば、私たちは大切な人を守ることができる。マサオは静かに家に入り、お茶をもう一杯入れました。スマートフォンはテーブルの上で静かに眠っています。明日はどんな優しい声が届くでしょうか。